UFC フライ級ランカー分析です。パフォーマンスを上げてきたらまた厄介な選手になりますよね。こいつは癖ですよ。ほんと癖です。勝ちへの執着心みたいなのが他のファイターより強い。鶴谷君と平君も通用してくると思うから楽しみですね。Welcome to リンヤチャンネル。今日は中村凛也 UFC フライ級ランカー分析です。現在ランカー入りしていてランキング13位の平達郎選手、先日ロードトゥ UFC シーズン2決勝で見事優勝されて UFC 契約を勝ち取った鶴谷玲選手、現在 UFC 参戦を噂されている堀口恭司選手、朝倉海選手なんか出てきていて、日本人選手にぜひ頑張っていただきたいんですが、フライ級で日本人選手が今後ランカートップに食い込み、さらにタイトルを取っていくためにどう攻略していくかっていうのをちょっと凛也選手ファイター分析を聞いていきたいと思い、こちらの企画の方させていただきたいと思います。語れる立場じゃないですよ。もう自分で必死なんですから、もう月で見てる目線で喋ればいいです。そうですね、はい。今回ピックアップさせていただいたのが現、UFC 世界フライ級王者アレッシャンドリ・パントージャ選手ですね。はい、現在ランキング1位の、ブランドン・ロイバル、2位のブランドン・モレノ選手、はい、こちらの3選手の分析をしていただけたらと思います。パントージャとモレノとロイバルですね。はい、もう一人フィギュレードっていうフライ級にすげえ強いのがいて、はい、そいつと本当はモレノがずっとトップ2で4回試合してるんですよ、タイトルマッチで。はい、そんぐらいちょっとトップ2が抜けてたのもあって、一時期はその2人だったんですけど、そのフィギュレードがバンタムに来て、はい、モレノだけ残って、はい、でそこにパントージャとロイバルがこう上がってきたっていう構図だと思うんですけど、はい、直近の流れとしてはね、はい、1人ずつじゃあなんか特徴とか話していきますか。はい、モレノは前チャンピオンか、フライ級でしばらくチャンピオンだった選手で、メキシコ出身のボクシングスタイルのファイターですよね。で寝技ももちろん黒帯で決めもうまい、それを見せてからの立つ技術とかもあって、 UFC のチャンピオンなんでレスリングもできるんですよね。その中でもタックルでテイクダウンゲームを混ぜながら試合を組み立てたりもできるんで、すごいやっぱモレノは一時期強えなっていう、優しそうな顔に騙されてみんな結構やられちゃってんなみたいなすげえ強い選手でしたけど、前回ロイバルと試合して、はい、負けてからちょっと休むって話をしてたんで、連戦で心身が1回限界近くに達したと思うんで1回休憩に入ると思うんですけど、そこでもう1回パフォーマンスを上げてきたらまた厄介な選手になりますよね。ただ1回気持ち切れて休んだらもう1回以前のピークを作るのって難しいと思うから、なんかファイターとしてのピークは超えたのかなっていう気はしますけどね、モレノは。もし凛也選手が戦うとしたら、はい、どう戦っていくか。モレノですか、はい、レスリングゲームですね。蹴りとレスリング、パンチはやっぱあるし、レスリング使ってコントロールとかは多分僕の方があると思うから、打撃をしっかり、はい、出しつつですね、もちろん、結構外から振るパンチが多いから、はい、外側のブロックは結構四角の外だから効いちゃうことも多いんで、そういうのを注意しながらなるべく外ら辺の角度を取りつつ、その辺から仕掛けてタックルとか真ん中に入りすぎないようにして戦いおうかなってこう思いますね。パッと思いつく限りでは。これ聞いていきたいです。凛也選手ならどういうふうに。はい、はい、真ん中に立ってるとすごい外からも振ってくるし、もちろん体ずらしてまっすぐも打てるから、ちょっと真ん中を外して戦って打撃を当てながらテイクダウンでコントロールして、今の自分だったら、はい、つまんない勝ち方2人目ブランドン・ロイバルですね。はい、こいつは癖ですよ。ほんと癖っす。うるさいっす。うるさい。試合見たことある人は分かると思うんですけど、スタミナが切れない、腰にそんな力を入れてないファイトをする選手で、はい、結構だから日本人には全然いないタイプで、だからバテないのかなっていうのもあるんですけど、はい、腰に力入れないでこうジャブのフェイントをめっちゃ体でかけるんですよ。バーンバーンバーンって。このフ
フェイントにみんなかかってここでロイバルリズム作ってドンであとは体でフェイントかけてるんで当てる時は手を伸ばすだけなんですよ。これをめっちゃ頻繁にやるんでこれでリズム作るんですよ。みたいな来るパターンと来ないパターンがあるから、相手は両方見続けるんでそのリズムで気づいたらロイバルのペースになってるみたいな。だそれが嫌でみんなテイクダウンとか行くとロイバル腰に力別にあんま入れてないんで、テイクダウンなんか余裕でできるんですけど、下からもなんか超柔らかくてうるさいみたいな、なんかずっとムチをこう振ってるみたいなファイターですね。なかなかで力も抜けてるから神経まで届かないでやられないですよね。だからやっぱネイトとかに近いファイトスタイルですね。結構参考にしてんじゃないかな。僕が戦うんであればテイクダウンしてコントロールする上からボコボコです。上からボコボコの系です。でもやっぱうるさいからみんなあんまコントロールしきらないで、すぐ立たせちゃうんですけど、そうするとまたロイバルこれが始まるんで、それを本当休まずにやるから結構面倒くさいと思いますよこれ。でも鶴谷君と平君はコントロールのトップキープ力が抜群だから相性いいんじゃねえかなって思うんですけどね。打撃戦はちょっと分悪そうな気しますけど、ディーナ選手テイクダウン持ち込んだとしても下から直接ような攻撃をしてくる、そこに対する対策とかっていうのはいざやるってなったら動き方とかも超見るんで、どっちの手をどこに置いてるのか足のポジションとか細かく見るんで、そこをさせないで潰すその中で肘を当てていくっていう試合になるかもしれないですね。パンチは結構届かない、ダメージとして届きにくいファイターですね。ちょっと打撃の位置とかも考えつつで、モレノはこのジャブに対して外からかぶせるみたいなのをずっとやってて、これもやっぱ被弾はしてたからやっぱそういう打撃を混ぜつつテイクダウンして首絞めに行くっていう試合になるかな。誰がやってもみんなきつい試合になりそうな気しますね。こいつは厄介です、フライ級の中で。特に5ラウンドマッチだと厄介かもしれないですね。3ラウンドだったら2ラウンドコントロールしちゃえばいいんで試合としては勝てるんでいいですけど、ただこの後永遠とラウンド続いてったら格闘家として最後どっちが立ってるんだろうっていうのを想像した時にロイバルが最後立ってるんじゃねえかなって思わせるようなファイトをするんですよ。15分終わった時点ではロイバルは負けでした、けどこの後も永遠とお二人で戦ってくださいってなってたら、ロイバルが勝ってるよねみたいな、最終的にそんな予感を残して負ける時も負けるというか、そこの辺もやっぱだからディアス兄弟みたいな感じっすよ、25分または15分終わった時点でこの3人はこいつが勝ったって思ったかもしれないけど、格闘家としては俺の方が強かった、それは俺が分かってるから別にいいよみたいなディアス兄弟のマインドとはまた違うけど、でもなんかスタイルはやっぱ似てるっす、てかそんな感じっすね。いつもなんかちょっと厄介なんですよね。前回タイトルマッチもパントージャ相手に5ラウンド終わって負けたっすけど、最後はもうパントージャももうヘロヘロでロイバルもバテてましたけど、続いてたらやっぱロイバル強いんだろうなっていう、無制限ラウンドとか、そういう試合だった場合ですね。最後チャンピオンのパントージャですよね、練習もしましたし僕 ATT でその時はモレノとタイトルマッチをやる挑戦者パントージャの直前のファイトキャンプ中だったんで結構いい期間に一緒に練習できたなとは思うんですけど、特別対策練習みたいなケージの中でやったりしてたんで京二さんとかとやってましたね。自分はグラップリングのスパーとかレスリングとかで一緒にやったりしました。どうですか実際にその出会わせた体はフライの中でも大きくない方だとは思うんですけど、詰まってるですね。力がすっごい強いです。抑え込む時のタイトさとか壁に押し込んだ時の血が結構きつくなるような感じとか、フライでこれぐらい出力出るんだみたいなの感じましたね。あと我慢強いチャンピオンになってからというか、まあずっと先手器用なファイターではないと思うんですけど、努力と精神力と勝ちにしがみつく姿勢とかがやっぱ勝ちへの執着心みたいなのが他のファイターで強いですね。すっごい経験を乗り越えてる系のファイターだと思います。チャンピオンになった時に親父今だったら俺のこと認めてくれるよなみたいなこと言ってたんですけど、家庭の問題とかも超えて強い精神力で、あと自分でつけた
フィジカルと力プラス ATT の技術乗せて戦ってるみたいな戦士って感じですね。だからこそ長く持たないような気もしてるんですよ。どっか張り詰めてこうやってるんで、近くにいても練習も危機迫るもんがあったし、思いが強いんだろうなっていう、それを向き合った時に感じるんだなっていう、めっちゃ思いますね。今はモレノともロイバルもやっぱ打撃がうまいんで、パントージャは打撃をミックスさせつつレスリングでテイクダウンしてゲームをメイクするっていうプランで戦ってることが多いですね。はい。リンヤ選手だったらっていう部分に言うと、レスリングでは全然上に行くんでそこですよね。もちろん打撃も混ぜた上でですよ、今の完成度では彼らをこう決めるっていうところまで多分持ってないので、そこを、僕はつけていかないといけない段階ですけど、レスリングも強いですね。パントージャはブラジルはあんま国としてレスリングやってないのに ATT でついたレスリング力がすごい彼の試合を助けてるんですね。その3人、鶴谷君と平君はやっぱ全然通用してくると思うから楽しみですね。ロイバルにはやっぱちょっと注意って感じです。以上が中村輪也 UFC フライ級のトップ3分析になりました。フライ級もまだまだ日本人がこれから入ってって盛り上がっていくと思うので、ぜひ皆さんも強い外人選手トップ3ぐらい抑えているとすごい楽しいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。京地さんとの思い出か。結構練習終わったらブラジル料理連れてってくれたんで、前回車持ってなかったんで次回持ってこうと思うんですけど、持ってくっていうか向こうでレンタルしようと思うんですけど、前回本当毎回車で送って、京地さんはそのまま家に帰ればいいのにちゃんとジムまで送ってっていうのをやってくれてたんで、1日に1回